世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。今回はレベルデザインの続きと敵の行動パターンの基礎がある程度固まったのでお見せしていきたいと思います。マップに関しては前回の動画で行った雪山での下書きですね。あれをベースにして宣言通り雪の要素を抜いて岩山で作成を行っています。スタート地点から最初の建造物となる見張り兵士の詰め所、元い崖上の詰め所ですね。までをある程度作ったので、そこまで実際に歩いていきながら、敵兵士もですね、まだ仮も仮状態なんですが、とりあえず配置してみたので、戦闘を行いながらね、攻略していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。さあ、それでは攻略始めていきましょうか。円形の方に見えてるね、直方体のオブジェクトに関しては、ゆくゆくはね、建造物に置き換わる予定です。あの辺までプレイヤブルになってるっていうイメージですね。敵の HP ゲージがね、遠くにいるやつも全部見えちゃってるんですが、これはもちろん対応予定です。戦闘距離に入ったら描画されるものとお考えください。さあ、1体目の見張り兵士です。モデルに関しては王国兵ということで、騎士っぽいアセットをね、採用しています。武器に関しては、左手に盾、右手に斧というような装備構成で、エネミー1体目は考えてるんですが、ちょっとね、その辺はまだ準備できてないので、とりあえずプレイヤーと同じ刀を握らせています。起伏の激しいマップなんで、今みたいにね、プレイヤーとカメラの間にマップとかオブジェクトが映り込んじゃうことがあるんですけど、これに関しては旧作の体験版と同じように透過処理でね、対応しようと考えています。あと、敵をロックオンした時のカメラの挙動なんですが、敵との距離がね、近づくにつれて、カメラが右側に少しずれるようにしてみました。旧作の体験版に近い挙動ですね。でもこれに関しては好みだいぶ分かれるところだと思うので、なんか設定からね、中央固定とか左右どちらかにずれるみたいなのを選べるようにするのがいいのかななんて思っています。個人的にはね、右にずれるカメラが戦闘しやすくてかなり好きなんですけど、なんかちょっと皆さんの意見とか聞きたいところですね。回避を決めてとどめの一撃。死亡モーションに音が入ってないのがなんかシュールですね。この辺も後々対応しておきます。さあ、それでは詰め所の内部に入っていきまして、2人の兵士がいますね。さっきの敵とかも HP かなり低かったんで、なんとなく察しがついたかなと思うんですが、今作バリバリ複数戦シチュエーションが存在します。ただ現状まだね、基礎パターンぐらいしか組んでないので、2人で連携して攻めてくるとかね、あるいはゲームが難しくなりすぎないように、同時に攻撃してくるのは何人までみたいな複数専用の応用 AI 的なものはまだ組めていません。その辺も今後の課題なんですが、当面は対マンで戦ってて面白い敵を作り上げるというところが第一目標になりそうですね。こんな感じでね、やっと画面がゲームらしくなってきたと言いますか。あとそうだ、画面に関して言うとね、敵の方向 UI に関しても表示できるようになりました。赤色で表示されているものがそれに当たりますね。これのおかげでだいぶジャストガードとかジャスト回避する時の方向選択っていうのがやりやすくなったなと感じます。今は攻撃方向しか表示されてないんですが、敵の防御方向に関してはね、可視化しようと思ってますので、それを見ながらね、今度は攻撃する方向をリアルタイムで決めていくというようなプレイングが楽しめるようになっていくかなと思います。はい、というわけで今週の進捗共有でした。来週はね、敵の制作の方をもっとゴリゴリ進めていく予定になっております。今回の動画ではもう本当にレベル0のエネミーみたいなね、ぎこちない動きしかできてなかったと思うので、その辺をしっかり磨き上げていきたいですね。とは言いましても、今回は全ての要素を先に作りきるというところが第一目標になってますので、エネミー1に関してもね、ある程度のところまでできたらもう次のタスクに移っていこうと考えていますので、その辺も乞うご期待ということでお待ちください。それでは今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。